ハンドメイドきよちゃんです。今回はこのダイソーさんで売られているバッグの底板を購入しました。これを使ってバッグを編んでいこうと思います。サイズはこちらに載っています。はい、こちらが完成品になります。こんな感じで、糸も綿の糸で、これから使えるバッグになると思います。はい、実際こんな感じになります。どうでしょうか。可愛くできてると思います。サイズは小さめですけど、中にお財布も大きめのお財布が入る感じで、携帯も入ります。はい。底板がしっかりしてるので、型崩れもせずに、持てます。はい。ここを、中折りにすると、こういう形でまた可愛らしくなると思います。こう閉じるともう癖がついて内側に折れる感じになっていますので、はい、可愛く出来上がりました。これ前回ご紹介したニットになります。こちらもぜひ見てください。糸はこちらもダイソーさんのサラリというルリコンブルーの糸になります。こちらの糸とリサイクルコットン、こちらもダイソーさんの糸になります。こちらの糸を使っていきます。こちらの糸、中から糸端を出して編んでいきます。はい、ではこのように2本引き揃えて編んでいきます。こちらの、面の短い方、真ん中から針を通して編んでいきます。針に糸をかけて糸を引き出して、で次の穴に針を入れて、このように引き出して鎖を編んでいきます。こういう感じに、ちょっと長いですけど、針に糸をかけて引き出して輪の中に通して、こういう感じで編みます。で角はそのまま、こういう感じでね、次のところに針を入れて、ちょっと入れてますかね。はい。こういう感じで、角もそのまま進んでいきます。一周ぐるっと編んでください。はい。このように、鎖編みを編んできました。そしたら、このように一目外して、ここの輪になってるところに通します。で、糸を引っ張ってちょっと長さを調節して、そしたらここの最初の鎖のところに針を入れて、ちょっと割れちゃった。はい。ここから糸を出して、ここの
一つ手前のここの2本取りなのでちょっとやりづらいんですけど、はい、このように入れて、これで一周編み終えました。そしたらちょっと外れないように、なんだ、何の糸だ、ちょっとこっちか、こういう感じでちょっと結んでおきます。そしたらここのところ、鎖の付け根のところに針を入れて、このように糸を引き出して編んでいきます。このように引き出して細編みを編んでいきます。ぐーっと引き出したら針に糸をかけて、また次のこの穴のところに針を入れてぐーっと引き出して細編み、またここのところに針を入れてぐーっと引き出して細編み、はい。で、角は2回編んでいきます。2回2回ぐるっと引き出して、はい、3回ぐらいやった方がいいかな。3回入るかな。5本針だと入りますね。はい、3回。はい、こういう感じで3回編んで、また、1目ずつ細編みを編んでいきます。はい、最後まで編んできたら最初の目に糸を引き抜きます。8号針に変えます。立ち上がり鎖1目編んで細編みを編んでいきます。最初の目に印をして細編みを編んでいきます。角の3目は、また増し目をします。2目ずつ編み入れます。そしたらまた細編みで1目ずつ編んでいきます。1周編んでください。はい、このように角の3目は2目ずつ編み入れてぐるっと1周編んできました。そしたらまた最初の目に
糸を引き抜くんですけど、こことここの間も1目編みます。はい。そしたら最初の目に糸を引き抜いてぐーっと絞って、これで編み終わりました。はい。また立ち上がって編んでいきます。細編み編んで、最初の目マーカーをつけておきます。そしたら、そのままどうでしょうか。また2目ずつ角の3目を編み入れた方がいいかな。あと1段はそうします。角の3目は1目の中に2回ずつ細編みを編み入れます。はい。そしたらまた1目ずつ編んでいきます。はい。1周編んできました。最初の目に糸を引き抜いてぐっと絞って編み終えました。そしたらまた立ち上がって編んでいくんですけど、細編みを編み始めて3段目からは、もう増し目なくただ細編みを編んでいけばいいです。はい。角のとこに来ても、そのまま、1目の中に1目ずつ細編みを編み入れていきます。15段編んできました。そしたらここで、色を変えるんですけど、その前に糸端の始末をします。こちらの最初に最初のこの編み始めの糸端をここのところの部分がないので、ここに糸端を縫い付けます。表に響かないように針を入れて、はい、こんな感じでこの規則的な形にして、この編み地に縫い付けていきます。ここはもう適当にこう戻る感じで縫い付けていけばいいと思います。ちょっと、はい、2、3段縫い付ければ大丈夫だと思います。はい。そしたらここ、
はい、そしたらここで糸を変えます。最後まで編んで、最初の目にドッキングさせる前に糸をカットします。始末する分だけ残してカットします。そしたらこの、さらりも2本取りにして編んでいきます。この最初の目に引き抜くときに糸を変えます。の糸端をきっちり引っ張ってこれで編んでいきます。立ち上がりの鎖1目編んで細編みを普通に編みます。はい、そしたら糸印マーカーをします。はい、ぐるっと一周一段編んできました。そしたら、最初の目に糸を引き抜いてぐっと引っ張って、これで一段完成しました。そしたらこのさらりの糸は2本取りにしてもこちらのベージュの糸よりちょっと頼りない糸なので、ちょっと編み方で工夫したいと思います。立ち上がり鎖1目編んだら、最初の目に普通に細編みを編みます。マーカーをつけて、で、2目めはここに本当だったら針を入れるんですけど、この下の前の段の目に針を入れてぐっと引っ張って細編みを編みます。次は、普通にこの、前段の目、次は前々段の目という形で編んでいきます。これを交互に繰り返して編んでいきます。これを交互に繰り返し編んでいきます。はい、ブルーの2段目を編み終えます。最後、長い足の長い細編みで終わっています。最初の目に糸を引き抜いて、目を絞ってこれで2段目が終わります。そしたら立ち上がり鎖1目編んで、次は前段とまた反対の編み方で、前段普通にこう針を入れていたので、前々段の方の穴に針を入れてぐっと出して細編みを編んでいきます。マーカーをして、次は普通に細編み、次は一段下のところに針を入れて細編み、これを繰り返していきます。でまた、次は、足の短い普通の細編みからスタートしていく感じで交互に編んでいきます。
このように1玉編んできました。残りがこのぐらいで終わってしまうので、ここで終わります。そしたらまたこちらの糸で細編みを編んでいきます。もう少し深さが欲しいので、こちらの糸で編んでいきます。同じように最後の目を編み終えたら、最初の目に糸を引き抜いて、はい、で、この青い方をきつく引っ張ってください。そしたら立ち上がりでまた細編みを編んでいきます。また、マーカーをして編んでいきます。これはもうそのまま増し目なく細編みで、普通の細編みで編んでいこうと思います。はい、4段、1、2、3、4段編みました。そしたら、バッグをこのように、折って端のところにこのようにマーカーをしました。ここのマーカーから、このマーカーの手前まで37目あります。こちらも37目あります。これをまたちょっと半分、ここら辺真ん中の位置、だいたいこれでこんな感じで真ん中を出して、真ん中からお好みでこの持ち手を編んでいきます。はい、真ん中からだいたいこのぐらいがいいかな。マリヘルと1、2、3、4、5、6、7、8、9、9目目、真ん中から9目目、1、2、3、4、6、7、8、9目目。この立ち上がりがちょっとだんだんずれていってるので均等ではないんですけど、マーカーのところまで細編みを編んでいきます。立ち上がりで鎖、同じように、この編み方と同じようにこのマーカーのところまで編んでいきます。マーカーを外してマーカー印をしたところまで編みます。そしたらここから、鎖を編みます。1、2、3、はい、鎖を30目編みました。そしたらこのマーカーのところ、こ
こですね。ここに細編みを編んで、またこのマーカーの位置まで細編みを編んでいきます。はい、このように30目編んで、最初の位置まで来ました。そしたら最初の目に糸を引き抜いて、これで持ち手の1段目が終わります。そしたらまた細編みでここまで編み進めます。はい、ここまで編んできました。そしたらこの付け根の目は編まずに、この鎖を編んだこの裏山を直接拾って針に糸をかけて、これで引き抜いていきます。裏山、鎖の裏側のポコポコっとしたこの山を、ちょっと2本取りなので、拾いづらいですけど、こういう感じで裏山をこう引き抜いて二重鎖にする感じで、こうやって編んでいきます。はい、ここまで糸を引き抜いてきました。そしたらこちら側を引き抜いてきました。そしたらこちら側はこの、細編みを編み入れたここのところかな、同じここの付け根のところから細編みを編んでいけばいいです。ちょっと私も適当で申し訳ないんですけど、なんとなく編めていればいいと思います。綺麗に形が整って編めてればいいと思います。同じようにこちら側も引き抜いて編んでください。編んできました。こういう感じで、これでもう終わってもいいんですけど、外側を細編みを1段ずつ編んで終わりたいと思います。そうするともうちょっと持ち手がしっかりすると思うので、編んでいこうと思います。立ち上がりから同じ編み方で細編みで編んでいきます。このとこまで編んでいきます。はい、ここまで編んだら、ここのところ編みたくなってしまう感じなんですけど、ここは編まずに、この鎖を編んだところに針を入れて細編みを編んでいきます。ちょっと硬いですけど編んでいってください。はい、こう編んできて、ここのところを編まずに1目飛び越えて、こちらに細編みで編んでいこうと思います。はい、このように編んできました。最後もここ
一目飛ばす感じで細編みを編んでいます。そしたら、閉じ分だけ残してカットします。糸端の始末は、はい、そのまま裏側の編み地に縫い付けて、ちょっと返すようにしてこれでカットして、他のところも同じように、こっちはこの同じ色のところに、これはこちら側に縫い付けて処理してください。はい、こんな感じに出来上がりました。大きさは幅が29センチ、深さがだいたい20センチぐらいかな、21センチ。ここからここまでが20センチぐらいになります。こんな感じでペットボトル、0.5 リットルのペットボトルがこんな感じでキャップの部分が出るぐらいになります。はい、横にして入れることも、はい、できます。結構容量も入るバッグができたと思います。重さは 160g ちょっとかな。50g のリサイクルコットン2玉がこのぐらい余る感じになりました。で 25g のさらり2玉がこんだけ余ったので 50g と、あとこのね底の重さも入れてだいたい 160g ちょっとあるのかな。軽くできたと思います。重くない感じで出来上がりました。こういう感じにもう自立できるように作られていますので、はい、ぜひ編んでみてください。